エンター。こんにちは、入り口です。今日の授業は何々たことがある。過去の経験を表す表現です。まずこれから勉強してください。今日の文法、何々たことがある、ことがあります、ことがない、ことがありません。この表現めっちゃシンプルで、今回の授業も短いんですけど、めっちゃ使えます。最初に必ずこれを覚えてほしいです。日本人と初めて会話した時に、必ずこの文法出てきます。なんか日本人ってその人の好きなこととか、その人を知りたいっていうよりも、会話のきっかけを作って会話を続かせようとか、なんかそういうちょっと、相手のことを気遣ってなんですけど、ちょっとすごい頭で考えながら、この質問してなんか会話を広がったらいいなとか、なんかきっかけになればいいなみたいな、そういう考え方をしがちです。日本人は必ず、日本に来たことありますかって聞きますね。あと、私は北海道出身です。北海道に来たことありますか？何々好きですかよりも、何々したことありますかっていう質問を本当によくします。あと、一緒に遊ぼうみたいな時も、スシロー行ったことないです。行ってみたいんで、一緒に行きませんかみたいな感じで、一緒に遊ぶ時のきっかけとかにもよく使われます。僕は浅草で人力車の車夫をやったことがあります。こんな感じで、これですね。人力車の車夫をやってたんですけど、人力車の車夫は浅草を案内する職業なので、本当に浅草のことはいっぱい勉強したし、詳しいです。だから、よく、浅草行ったことありますかって聞いて、行ったことないですって言われると、じゃあ浅草案内できるんで、一緒に行きましょうって誘ったりします。しかも、この、したことある？したことありますか？したことあります。したことないです。このまま使えます。いつも教科書と日本人の表現が違うので、日本人の表現の方の説明をしてたんですけど、この経験に関してはこのまま使っても全然問題ないし、日本人もよくこのまま使います。ということで、これめっちゃ使いやすいんです。日本人と話した時に最初に必ず出てくるような表現だし、教科書のまま使えるし、それで会話が盛り上がるきっかけになったり、遊びに行こうってなるきっかけになったりするめっちゃ大事で、最初に覚えるとめっちゃ便利な表現です。ということで説明はもう終わりです。最後に例文をあげるので、シャドーイングして練習してください。それでは例文スタート。くら寿司行ったことある？台湾のくら寿司なら行ったよ。じゃあ、ビッくらポンってやったことある？ビッくらポンって何？なんか食べ終わった皿を横に入れる場所があって、そこに5皿入れると1回抽選ができて、それで当たるとグッズがもらえるやつ。やったことある。富士山に登ったことはありますか？富士山見たことはあるんですけど、登ったことはないです。金沢行ったことある？聞いたことあるけど、まだ行ったことない。スキーやったことある？スキーはやったことないけど、去年スノボやったよ。入り口日本語を他の人に勧めたことある？それでは今日の授業はここまでです。短かったけど、とっても重要な内容なので覚えてくださいね。入り口でした。エンター。